けましておめでとうございます。どこから言えばいいか分かんないですけど、分かんないですけど、2026年になりまして、気持ちも新たにやっていきたいんですけど、とはいえ YouTube ご覧になっている方は向けのご挨拶なんですけど、実際撮ってるのは、2025年の12月20日ということで、クリスマス気分も盛り上がってますんで、盛り上がってますね。ちょっと気持ちを盛り上げるためにもこんな格好で今日はお届けしたいと最後まで助かります。はい、やります。今日はですね、ほら年を明けて新たな趣味をしたいっていう人も多分いると思うんですよね。盆栽やってみようっていう方もいるかと思うんで、そういう方のために本当に基本だけどものすごく大事な話をちょっと今日したいなと思ってて、初心者から上級者まで。上級者までって言うとお前上級者かって言われちゃうんですけど、初心者でも分かる盆栽はいいとこを見せちゃいましょうっていう話ですね。なるほど。ね、人間も一緒じゃないですか。いいとこ見せたい。ね、こっちからこう見られるよりもこっちの方がいいとかって言うじゃないですか、女優さんも、そういう感じでいいところを見せちゃおうっていうのをちょっとお話ししたいと思うんで、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと今年ですね、2026年一つの私の抱負というか、やりたいのは盆栽を減らす。毎年言うような気がするですけど、もう作業が追いつかないし遅れるしで、買って何も手つけてないの木が結構いっぱいあるんですけど、いろいろチャンスがあるんで、今年はいい木をどんどん手放していこうというふうに思います。そんな中ですね、10月のフェスって11月でしたっけ？10月か。10月でしたっけ？10月11日か。でフェスからね、実はちょっと大量に結構買い込んじゃってます。減らさなきゃいけないので、減ったんだけどちょっといいものを結構いくつか入手しちゃったんで、その木を紹介しながらその先ほどのいいところを見せるの話をしたい。単なるその紹介は自慢動画になっちゃうんで、その中で、どこ見せたらいいかっていう話をちょっとしたいというふうに思います。でまずね、1点目は手のところから、これ楓なんですね。でこれはこれから紹介するやつは全部売れ残り、フェスで売ってたやつです。当時フェスで。でこれはね2つあって、1つはね、X でやられてる王さんっていう方が買われて、それもいい木だったんですよね。同じような木で同じ、確かに値段で。あっちの木はねもっとこれより太くて、鉢もね、デーシュっていういい鉢入ってたんですけど、その方はそちら選ばれた。私どっちも良かったんですけど、でこれが残ってたんで、最後購入したと。でこっちはね、どちらかというとこの粘りが良かったり、苔順が良かったりというような感じですね。でまず初心者始めたばかりの方って一番まず悩むのは、この木をどういうふうに作ろうかなっていうのは多分一番悩むんだと思うんですよね。でどこの枝を残してどれを切ってとか、我々言って正面を決めてとか、不等辺三角形に作っていくよとかっていう、知識の中で、どうしようかって多分悩むと思うんですけど、その前にどう作るかの前に先ほど言ったいいとこを見せちゃう。こっちの方が優先です。先です。なので、いいとこを見せちゃうためにそこで正面を決めて、そこからどう作ろうかっていうのが決まっていくと。で正面も今買ってきた盆栽がここが正面だなってなんとなく我々分かるじゃないですか。例えば幹が見えるところとか、で必ず条件として頭がこう前傾姿勢になってる、こんにちはってなるわけですよね。前にっていうのが条件ですよね。でただその正面って前持ってた人が決めた正面、作ってた人がいいなと思ってこう正面って決めたところであって、必ずしもそこがいいわけではないと。でそれはこの盆栽球を見てる方はもう一段上に行ってほしいんですよ。ここは正面だって決めつけないで。で我々ってこの教室来るとそうなんですけど、すみません、相当長くなりそうですねこれね。相当長くなりそうです。来た時にやっぱりここ正面だろうなって言って
どう作りますかって聞くんですけど、必ずね先生やっぱ基本忠実で必ずこうやって見るんです。ぐーっと、本当にそこが正面でいいのって見るわけですね。でぐーっと見て、これだと頭がそっち向いてるから、こうだろうなってもう決めつけちゃうんですけど、いやいやちょっと待ってよってなって、でぐるっと見て、先ほど言った頭を前にっていうのもありますけど、どちらかというと幹の面白いところ、いいところ、これを優先した方がいいんです先に。なるほど。でたまたま頭が前行ってたら正面と一致するね。で、これもそうなんですけど、結構盆栽ってぐるっと回すと木がね扁平になってたりします。扁平っていうのは薄くなってる、ケヤキなんかでも丸幹のようでも実際には若干太さが違ったりするんで、できるだけ太く見えるところ、幹模様が面白くて幹が太く見えるところ、ここを正面と考えた方がいいと思います、で頭はその後考える方がいい、だから後ろ向いてたっていいんです。例えばこっちをそちらにも、これも正面になり得ると思うんですけど、ちょっとねこれはここが嫌なんで、多分こちらで正解だと思うんですけど、結論から言っちゃうとね、例えばこっちが正面がいいんだけど、でも頭後ろになっちゃってどうしようって、で一つの方法は例えば植え付け角度を変える、で頭をそちら側へ持っていけるように持っていく、で2つ目は、針金をかけてこう矯正する、で3つ目は頭をね立て替えるってのもあるんですよね。これ切っちゃって、例えばこっちにするとか、そうするともっとちっちゃい頭になってくる、ありえるかな。いや、ありえる。なくはないですね、これでね今言ったここを正面にしてこれ頭に立て替えて、そうするともっとちっちゃくなって、ということなんで頭優先じゃないですよ。頭が前傾姿勢になってるのは、正面の条件なんだけども、自分が決めるときは、まずそれよりも幹模様が面白いところ、太いところを優先した方がいいですよっていうのを、これで言いたかった、これで言いたかった。もう一つ目、これですね。これも売れ残りなんですよ、こんないい木が残ってたって。波長もいい。これは本当に波長が良くて、で私株立ち好きなんで、高木さんが持ってきてこれ余ってますよって余ってますねでじゃあ買うかみたいになっちゃって、でこれはですね、いわゆる株立ちですよね、株立ち、いろいろ好みあります。これが、親幹になるわけですね、それで親幹をねちょっと後ろにしたいっていう人もいます。でこれがどこがいいところなのってなった時に、株立ちとかの場合はできるだけこう幅広に見えた方がいいですね。全体が、こう奥行きがあってもしょうがない、幅がやっぱりあった方がいいよっていう中で、親幹をどこにしようか、どこで見せようかってなるんですね。正面の話ですね。正面の話ですね、そういいところを見せるのが結局正面になるんですけど、そうするとこれは私の好みなんですけど、やっぱり親って見せた方がいいかなって、となってくると、ここら辺が正面でいいかなというふうに思います。でちょっと今見えないので、ここは少しやっぱりこういうふうに開いてあげて、でやっぱり親幹は見せてあげるというところがいいと思います。これはだから株立ちの、いいところの見せ所っていうかいうところですね。株立ちとか寄せ植えとかは主木とかを前にするのがセオリーってことですね。セオリーだと思います。セオリーだし、私の好みですね。なるほど。それ一つ株立ちの話ですね。で、これ全部買ったものですからね。買ったもの何もしてないです。これもですね、おそらくこれも面白い木ですね。これは面白い。これもね最初に入ってきてみんなで見てていいねいいねって言ってて、最後やっぱり買っちゃったんですけど、これはね今ここに差し枝があって、頭もあってシャリがやっぱり見どころいいですよね。でここもいいんですけど、こっちも面白い。ここら辺が見どころだから、見どころどこなのって言った時にここなんですよ、ここがあるからそちらを正面にしたい。でこっちも十分なり得るんで、これまた今後作ってきますけど、でもう一つはこれのやっぱりシャリを見せたいですよね。なので将来はこれが頭か、ここら辺のやつをこのシャリのここら辺に塗っていきたい。そうするとここのシャリがもっとよく見えてくる。
なるほど。いいとこ見せましょうって言ったけど、これ今ちょっと隠れちゃってますね。もう頭なくてもいいぐらいの感じですね。そう、もうなくても、そうなんですよ。もうまさしくそういうことで、ここはいいねって言ってるのに、ちょっとこれが邪魔しちゃってる。なので、取っちゃうか、もしくはこの横あたりに、そうです。これにね、これに持ってきてくれると、もっとこれがいいとこが見せられますよっていう。こっち正面するならですね。するなら、まあこれも面白いですよね。これも、これはここは見どころ。だからまあ見どころが両方あるんですけど、これはいろいろ考えちゃうやつですね。はい。これはもうお好みでっていうことになると思うんですけど、まあだからいずれにしてもこう見どころを見つけてくださいという話をしたかったんですね。よくね、動画でもあると思うけど、この木を買ってきたのは理由はのところで、いいところとね、悪いところ、そうですね。いいところを見せて、悪いところを隠すみたいな。そうですね。で、木の見方っていうのは前一回お話ししましたけど、粘りだとか立ち上がりだとかなんだとかって、だけどやっぱり正面選ぶ時っていうのはその頭もあるんだけど、やっぱりいいところを見せる。でそこって一番多分重要なのは幹模様と、あとその幹の太さ、繰り返しですけど、そこら辺がポイントかなというところですね。はい。これはちょっと太さというよりは変化の面白いところですね。はい。ところが見どころ。いよいよメインディッシュで。メインディッシュ。その後ですね、これはね、その後入ってきたんですね。ちょっとこれは面白い木なんですね。すごいあれかかがね、肌古いですね。多分7、80年は経ってんじゃないかっていう話なんですけど、これはもう山木ですね。で、山木なんだ。山木ですね。で、もう自然の、これなんかちょっと引っ張ってね、作業してますけど、見どころがいっぱいあって、実はこれが。見せましょうって言うんですけど、見どころがいっぱいありすぎて、これも面白いですね。それからね、ここガクンと落ちてません？この辺に。そこも一つ見どころ。それと、あとここの周りも面白いんですよね。もう一つ、ここにね、シャリがあるんです。今黒汚くなっちゃってますけど。なっちゃってるんですよね。で、これをどこをじゃあ一番見せましょうかって言った時に、やっぱりここは見せたいんです。それとここは幅広く見えるじゃないですか。で、ただね、だらーっとこっち流れちゃってて、こっち差し枝が来てるんですね。なんでもうちょっと起こしてみたらいいかなって。で、いつも使う、この姿を覚えておいてください。これね。まあ画像残りますもんね。で、これぐらいいいとこを見せるために角度を変える、起こしたんですね。それから前にも起こす、でこの辺を見せて全体にこう太いところを見せる。でやがてここは今汚いですけど、あれシャリ見えますかね？見えますよ。見えます？やっぱりシャリですから、石灰溶剤塗って白いのが見えたらいいかなって、頭が下がっちゃって後ろが上がっちゃったんですよね。だからこれはね、ちょっと今日の作業としては、鉄棒を一回取り付けてやめますか？いや全然違う。作業までの話長いなと思って。そうか。全然大丈夫です。大丈夫ですか？はい。この2個に分けましたよ。2個、そうあれね。本当。じゃあちょっと引っ張るとこだけ。はい。裏枝ですね。そうですね。でね、針金はねちょっと幹が古いんで、かけるとせっかくの肌がね、落ちちゃうんで、これもちょっと本当は下げたいんですけど。そうですね。でも見えますよね。ここですよね。この枝が邪魔？どうなんですか？いやちょっとね、ここ時間かかるんで、その前にもう一個気になるのが、もう一個どこ？これ。あそこ。さっきここ見どころって言いましたよね。見どころ見せるの隠しちゃってるんですね。なんでこれを思い切って切っちゃおうかなって。切っちゃう。そうすればそんなに気にならなくなってかもしれない。ちょっと抑えたいぐらいなんですけどね。ということでこれを切っちゃいましょう。なるほど。だから本当は今差し枝の一番大事な枝なんですよね。そうですね。本来は。だけど太いですけどいいとこ見せたい。で今言ったこれ気になるよってこっちよりも多分こっち下がっちゃうから、じゃあ差し枝ってどうなのよとかってなるかもしれないですけど、あんまりそんなに、難しく考えなくてもとりあえず一回作ってみて、それから考えればいい。ちょっと変形しててもいいじゃないですか。必ずしも差し枝ってこうじゃなくたって、順番違ったっていいかもしれないってなるかもしれないんで、
りあえずこれ切っちゃいますね。はい。なんかあんまりやんないって言いながらもいいんだよな。もう半分入っちゃったからね。はい。どうです？見えます？ここ。見えますね。見えますかね。これでもどっち流れ、なんか流れが。そう。そうするとやっぱりね、差し枝グッと下げるとこれ隠すんですよ。だから本来は差し枝ってこっちが上でこっちが下がるべきなんですけど、まあこれはこれでいいかなって、わかんない、反論あるかもしれないですけど、まあ変わりだからいいんじゃないかなって。そんなにそうするとここに上がってるのもそんなに気にならなくなってくるから、まあちょっとこれとこれ下げてもいいんだけどな。寄せてもいいのかもしれない。そう寄せてね。なるほど。そう、もっと言うとこれ長いからこれ切っちゃってもいいかもしれないですね。もっと言うと。そうするともう流れ右になりそうですね。左から右に。それもあるかもしれないですね。ということで、そうするといいところも贅沢なんですよね。このいいところが見えました。ここのシャリも見えました。でここもですね。でこれってね、私の希望で言うとここくっついちゃってるんじゃないですか。できればねちょっと離したいかなって。じゃないとこのカックンというなんかわかんないです、くっついちゃって、上に枝も当たっちゃってますもんね。そうもうくっついちゃってるんで、本当はここのところを少しきれいに掃除して隙間を開けたいなって個人的には思います。そこ好みです。要はここを強調するためにね、上の枝も当たっちゃってるし、こっちの幹にも当たっちゃってるんで、まあそこにギュッと入れ込んだんでしょうけどね。まあくっついちゃったって感じかな。ちょっと動かせばでも、どっか引いたりすればいけるのかなと思ったんだけど、結構もう硬いんで。そうなんですよ。これちょっと最初に説明すべきとですね、ここからずーっと来て、こっちに一回来て、で上からガクッと落ちて、だけどこれはそれどこから来てるの？これはこの枝からですね。この枝の裏側からこう来てるんですね。下から上に上がっていったこの幹のここ、後ろ、こんな延長です。そうですね。そこがつながってるんですね。ここがつながってるんですね。でこう来てると。まあなんで今言ったこの辺を下げてみてどうなるか。これも全部下げるようだな。そうするとそうですね。今だと頭でっかちみたいになってるから、そう針金かけるとちょっと肌も取れちゃうんで、鉄棒もですね、あれすぐ物がなくなる。鉄棒はどうやって固定するんですか？鉄棒ね、今これからお見せしますね。これ取ります？いいですよ、どっちでも。どっちもいい。なんか帽子が気になって作業が目に入らないっていう前ありますよ。季節感はないです。季節感ないですね。もう年明けてますからね。そう。今あれですね、固定するためにこんな風にやってますよ。やり方正しいかどうかわかんないですけど、で後ろで結んで引っ張って固定しようということですね。ということでこれがつきました。ちょっと長いんですけどね。でここを起点に針金で枝を引っ張っていくよと。引っ張るのは20番ぐらいかな。そうですね。そうすると頭が今ここら辺になりましたってことですよね。今なんか裏枝がない状態なんですね。そうですね。だからこれ辺は下ろしてくるわけですね。じゃあその名前を知った時に、何年か前にしてたんですね。知ってますもちろん。なんかでもひらめきません？なんか間違えた。違うとこつけちゃったんですよこれ。何の話ですか？いや鉄棒違うとこ話してたから。どこにつけたかったんですか？こっち。ちょっと皆さんしばしお待ちください。お待ちください。こっちっていうかね、こっちじゃない、こっちだ。こっち。こっちがぴったりついちゃったんで。横向きに。横向きにつける場所間違えました。で引っ張っていきたいと思います。これですね、まずね、こっちの後ろの方のやつ。本当はこれだけど幹に当たっちゃうんだよな。こういうのはやっぱり古い木だから針金かけずにそうですね、引っ張るってことですね。まあ枝だからいいんですけどね。肌を剥がしたくないからここを通して、ここね、こう通してね、引っ張ります。ちょっとこれで
針金をもうちょっと長くすればよかったなこれ少し下げながらだな。お、大丈夫だ。いいですね。あとはあんまりその前もお話ししたように赤松が冬場あんまりパキッていっちゃうんで、はい、まあ枝にかけて厳しい曲げをするんじゃなくて、まあ、全体を引っ張るという感じですかね。はい。あ、これだいぶ下がりましたね。はい。そっちから見えなくなりましたよね。正面がこうだから。あ、違うか。そうか。もっとだ。あ、もっとですね。もっとだ。じゃあこれも全部下げなきゃいけない。そうするともう針金だらけになるけど、ちょっとそうか。でもこれかけちゃうか。あそこだけ。ここだけ。確かにそうかもしれない。ここはね。結局なんかいろいろかけそうですね。この辺もねかけたくないね。いや、あとこの辺もね、この辺もかけたいですよね。なんかまあ太い枝だけね、先端かけずに、幹がね古いからかけたくないとか言いながらかけちゃってますもんね。まあ枝の方はそんなに荒れてない。まあそうですね、荒れてますけど、まあただやっぱりね、こういう剥がれちゃったりするのを見るとね、怖い感じしますね。でも赤松はね、肌皮取っちゃう人もいますというのがあるんでね、ちょっと緩めにかけますね。はい。なんかこう下げたい。だからこうやってねじりながら下げていくって感じですよね。曲げながら。そう曲げながらねじりながら。これ裏ですね。これとこれを掛け渡したんですけど、はい、これは下げるための針金、でこれは寄せるための針金。こことこことこことここでかかってるんですね。あ、そう、これとこれでかけて、これはこう下げながらこっちに寄せた。で今これとこれをかけたんですね。はい。はい。同じ針金で、これは今言って下げるため、でこれは寄せるため。で細かいところはいいんで、ここまでしかかけてないです。はい。先端かけないんで、これはぐーっと下ろしていく。気をつけないとパキッと割れちゃいますよって。これ寄せるためですね。毎回なんか工事してますね。なんか最近ね。これもね好みですけど、横にこう綺麗に出るのもいいんですけど、こういうのもいいかなって、上から出てるのも、野手に飛んでるというか、まあこの木ならね、そうこの木ならっていう感じで、あんまりこう綺麗に作んなくてもいいかなっていう気はしますね。はい。これで裏枝を作った状態ですね。そうですね。裏を下げた。でもちょっと下げたい枝があるはずなんで、もうなんかみんな下げたいですね。これも下げたい、これも下げたい、でこれも下げたい。そしたらもう全部じゃないですか。全部ですね。下もねまとめたいですよ。そうですね。差し枝も。今回は何でしたっけ？いいとこを見せましょう。いいとこ見せましょうですね。だからこういうことを切るってことですよね。いいとこを見せようと思って角度変更したりなんかすると、駒のとこが邪魔になっちゃってとかって、そうですね。出てくるんで。対応力かもしれないですね。経験値というか。そうですね。この枝、ここを見せたいけど、そうするとこういう問題が出てくるから、それをどう対処するかみたいな感じですよね。で綺麗にできると楽しいんですよね。楽しみですね。じゃあこれで終わりです。はい。結構かけましたね。かけました。てかほぼ全部。なんか正面ここよりちょっとこっちぐらいかなって気がしますね。はい。というところでどうです？見えます？ここ。見えます。お話ししたここのシャリが見えますかっていうのと、ここ太い枝抜いて、ここが見えますか？見えます。それとここのガックンってところですね。ガックンも見えますかね？見えます。ということで角度変更によってですね、できるだけ見せたいところを見せると。で冬場だったんで結構赤松やらないって言うんですけど、結構割れてますね。
もう割れてますか？何箇所か割れました。引っ張ったのはこれ見ていただければこんな状況になってます。すごい。はい、鉄棒を買って引っ張る起点にしてるんですね。マリオネットみたいになってますね。マリオネットみたいな。マリオネットみたいな、そうそう。だからどれ引っ張っていいかって言うと難しいんですけど、はい。それでここら辺とかあとここら辺とか引いて、何箇所かバキバキいきましたけど、理想の形になったかなと。ここいいですね。ここね、正面から見えないけど。どこですか？ここの曲。ここね。そうそう、裏面なんで、だから見どころがねいっぱいあるんで。いっぱい。こっちは前でも面白いですね。なくはないですけどね。でもこっちの方がいいか、シャリが。確かにね。これのね。この辺も面白いですよね。見せるっていうね、面白いとは思う。だから上が枯れた時こっちの枝だけで作るならこっちでもいいかもしれない。そうそれもありますね。とりあえずはやっぱりこっちは見どころ3つあるんで、見せられたかなというふうに思います。皆さんもちょっと繰り返しになりますけど、どう作るかの前に、やっぱり木の一番いいところを見極めてというか見つけて、そこをできるだけ見せるようにすると。でそこからどう枝をね配置していくかっていう、どう作っていくかっていうところが次に始まるということですね。基本にして。そうですね。非常に重要な内容でしたので、これを参考にですね、今年1年盆栽を楽しんでいただければというふうに思います。はい。ということでよろしいですか？はい。この動画がいいという方は、いいねボタンとチャンネル登録とメンバーズシップ、ありがとうございます。はい、をよろしくお願いいたします。じゃあ今年1年もよろしくお願いします。ちょうどね、木で見えてね。振ってくれてるけど。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。結構やりましたね。やりましたね、なんだかんだ。ちょっとね、この辺多かったっていうところもちょっと抜きました。本当ですか？と。で、ちょっとこう、伝ってるやつも捨てて、で、もう少しこう、頭にね、ボリューム欲しいんですけど、ただまだ枝多い。そうですね。多い。まだ多いんで、結構枯れるとこがあるかもしれないんで、ここをね、結構ばっくりいったんですよね。終わってなかった動画。そういやちょっともう見つけたんであれ養生しちゃったんですけど、こことかここもかな、ここも入れました。引っ張ったんでね、パキッとやっぱり赤松硬いんでね、冬場はあんまりおすすめしないですけど、でもね、今やるっていいかなって思ったんで、全然良くなりましたね。いいところを生かす。いいところを見せる。で、あと悪いところを隠すっていうのもある。そうですね。これやっぱありますね。上がね、こう畳んであるけど足元頼んないから。そうですね。この角度にすると足元もね、細さが目立たないというか。そうですね。そう。だから来年植え替えてですね、またどうなるか。ちょっと足元やっぱり見せたいですね。少し完全にこれで隠れちゃってるんでね。見えてません？ちょっと。見えてるかな。見えてないか。ちょっと隠れちゃってるかもしれないですけど、ちょっと角度変えて植えてみて、もう少しこう出ると思うんで、そうするともしかしたらもうちょっとこう太い根が出てくるかもしれないですね。根っていうか立ち上がりがね。そうですね。枝減らすのもあるし、あと必要なところに芽数が増えるっていうのでまた変わってくる。そう形どんどん変わっていくと思うんで、まだ減らせますもんね。そうだから減ったり増えたり、まだまだ変化していくと思うんでいいと思います。終わったんですね、これね。終わってますよ。終わったけどおまけかなと思って。そうか、おまけでも結構ね大事な話でした。はい、そうですね。今年も1年よろしくお願いします。今年も1年よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。